皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。今日は離散数学入門の第6回の授業ですね。今日のテーマはオイラーグラフです。で、与えられたグラフがオイラーグラフかどうか判定しなさいとかですね、あるいはこのグラフのオイラーサーキットを一つ求めなさいという問題は、実社会だと例えば、雪を取り除く除雪車とかですね、あとは道路のゴミを取り除く清掃車とかがですね、なるべく無駄なく仕事ができるように、その町にあるすべての道路を、ちょうど1回ずつ通って帰ってくるようにしたいと、そういうシチュエーションに現れるものです。で、今日はそんなオイラーサーキットを求める方法としてですね、フラーリのアルゴリズムというのを解説します。で、オイラーサーキットに関連する応用というか、発展問題というか、応用問題としてですね、すべての辺を、ちょうど1回ではなくて、少なくとも1回通るような、そんな多くのうち、重み最小のものを求めるという、郵便配達員問題と言われる問題の解き方も紹介します。今回と次回の2回分の講義では、グラフの周遊性がキーワードとなる問題をいくつか考えていきます。周遊性というのは、世界周遊ツアーとか、ヨーロッパ周遊旅行という言葉からわかる通り、あちこちを巡って最後に元の場所に戻ってくるという意味の言葉です。グラフの周遊性というのは大きく分けて、辺に対する周遊性と頂点に対する周遊性の2種類があります。今日の授業では辺に対する周遊性、次回の授業では頂点に対する周遊性の話をしていきます。そういうわけで今日の主役はオイラーグラフと呼ばれる辺に対する周遊性を持つグラフの話です。第0回の授業で言及したグラフ理論の始まりと言われるエピソードを覚えているでしょうか。かつてケーニヒスベルクという場所には左の地図のように7つの橋がかかっていて、その住民がどこから出発してもいいから、すべての橋をちょうど1回ずつ通って元の場所に戻ってくることはできるかと尋ねたのでした。これに対してオイラーは、この地図のどのエリアとどのエリアの間に橋が測っているかという情報は、点と線を使ってこの右のようなグラフで表せるから、元々の住民の疑問は、このグラフは支点と終点が合致するように一筆書きできるグラフかという問題として定式化できることを見抜きました。そしてオイラーはこの特定のグラフに限らず、一般のどんなグラフに対しても一筆書きで巡回できるかどうかの判定に使える必要十分条件を見つけた。それによってケーニヒスベルクの7つの橋をちょうど1回ずつ通って戻ってくる巡回経路はないことを数学的に示して、それがグラフ理論の礎を築くことになったわけです。与えられたグラフがオイラーグラフかどうかを判定する問題というのは、このケーニヒスベルクの橋の問題に限らず、現代の私たちの日常生活にもたくさんあります。例えば、道路清掃車や除雪車の巡回経路を設計するシチュエーションを考えてみると、すでに掃除が終わったり、除雪が終わったりした道路をもう一度通るというのは、ガソリン代の無駄ですから、すべての道路を重複なく通過するような巡回経路を設計できるかという疑問が生じるわけです。この左の道路地図の色を塗った部分が作業担当エリアだとすると、この地図は本質的には右のグラフで表すことができますので、結局このグラフがオイラーグラフかどうかというのが問題になるわけです。これは簡単なグラフなので、ちょっと眺めればオイラーグラフであることがわかると思います。実際、グラフの左上の頂点を出発地点として、すべての辺をちょうど1回ずつ通って帰ってくる巡回経路の例を一つお見せしますと、このようにですね、重複なく、頂点は重複して訪れてもいいので、以前通った交差点に再び出てくるのは構いませんので、とにかく一度通った辺は二度とも通らない、除雪が終わっていない道路だけを通るというルールで進んでいきます。はい、こんな風にすべての辺をちょうど1回ずつ通る巡回経路が存在することが分かりました。道路地図がオイラーグラフになっているから、この地域の作業は無駄なくできると言えるわけです。今日はこんな風に辺に対する周遊性がテーマなんですけれども、対比させるために次回のテーマである頂点の周遊性というのはどういうものかというのを事前に軽くお見せします。
次回の授業の主役はすべての辺ではなくて、すべての頂点をちょうど1回ずつ通って出発地に帰ることができるハミルトングラフというグラフです。先ほどは道路を掃除するとか除雪するという文脈だったので、すべての辺を網羅しないといけなかったわけですけれども、例えばそれが道路清掃車ではなくてゴミ収集車だったら、別にすべての道路をくまなく通る必要はなくて、その担当地域のすべてのゴミ置き場を全部通って帰ってくるような巡回経路を設計したいはずです。その文脈だったら、この右の図にあるように与えられたグラフのすべての頂点をちょうど1回ずつ通って出発点に帰ってくるような巡回経路があるかどうかというのが知りたいことになります。これが当てはまる他の事例としては、例えば、観光地の地図があって、観光スポットを全部訪問して帰ってくるような巡回ツアーを組みたいとか、あとは営業の外回りの人がすべての取引先のオフィスに1回ずつ顔を出して挨拶回りをして戻ってきたいとか、そういったシチュエーションがあります。このように周遊性と一言で言っても、辺に対する周遊性と頂点に対する周遊性というのは全くの別物で、オイラーグラフとハミルトングラフのそれぞれが当てはまる現実のシチュエーションも違いますし、それぞれの問題に対する数学的なアプローチも異なります。というわけで今日は辺に対する周遊性の方に絞ってオイラーグラフに関係する話をしていきます。ではまず第2回の授業で導入した用語の定義を復習します。左の図にまとめている通り、歩道、ウォークというのは、グラフの中を自由にうろうろと歩き回る動きに対応するグラフの頂点と辺を交互に並べた列のことで、歩道の中でも辺を重複して通ることのない歩道のことを小道、トレイルというのでした。そしてその小道の中でも閉じている歩道、すなわち支点と終点が合致している小道のことを回路、サーキットと呼ぶのでした。右の図の例を使って説明すると、最短経路問題などでおなじみの道、パスという概念は、辺ではなくて頂点も重複して通らないような歩道でした。一方、パスの最初と最後の頂点が合致しているとき、つまりパスが閉じているとき、それは経路、サイクルと呼ばれるのでした。さて、小道や回路というのはこれらを緩めたより広い概念と言えます。右の図の例は回路ではない小道、閉じていない小道なので、普通の道との違いが見やすいと思います。辺の重複は禁止しているけれども、普通の道と違って頂点の重複は許されているというのが小道です。そして、道と経路の関係と全く同様に、最初と最後の頂点が合致する、つまり閉じていて、ぐるぐる巡回できる形になっている小道のことを特に回路、サーキットというのでした。で、今日は頂点は重複していいけども、辺は重複して通らないようにしてぐるぐる巡回するという、道路清掃車とか除雪車のような動きを考えたいわけですから、今回中心的な役割を果たすのはこの回路という概念です。もちろんこの右の図で示した回路は、すべての辺を網羅するというニーズは満たしていないので、ちゃんとすべての辺を網羅するような回路を考えなければなりません。それがオイラー回路と呼ばれるものです。グラフのすべての辺を通る回路をオイラーサーキット、オイラー回路と言います。ケーニヒスベルクの橋のグラフが一筆書きで一周できなかったように、どんなグラフでもオイラー回路を持つというわけではなくて、オイラー回路を含むグラフのことをオイラーグラフと言います。例えば先ほどお見せしたように、この一番左のグラフにはオイラー回路がありますので、オイラーグラフです。定義を勘違いしないように注意してほしいのですけども、まず真ん中の図にあるようにグラフの中に単に回路があるというだけではオイラーグラフだとは言えません。除雪車の例のように、ちゃんとすべての辺を通って戻ってくるという、必要があります。また一番右の図にあるように、単にオイラー小道を含むだけではオイラーグラフとは言えません。ちゃんと閉じたオイラー小道を含む必要があります。この一番右のグラフは、左のグラフに辺 AE を加えて作ったものなんですけれども、このグラフは実は後ほど証明するオイラーの定理から言える通り、オイラーグラフではありません。つまり単に一筆書きで書けるというだけでは不十分で、その除雪車のようにぐるぐる巡回する一筆書きができないと、オイラーグラフではないということです。
ちなみにこの右の図のようにオイラー回路はないけれども、閉じていないオイラー小道ならあるというグラフのことを準オイラーグラフと言います。さて、一番左のグラフは、オイラー回路がたまたま簡単に一つ見つかったので、オイラーグラフだとすぐにわかりましたけれども、そうではない場合に、このグラフはオイラーグラフではないと即答するのは結構難しいですよね。誰もが思いつく方法としては、与えられたグラフに含まれるすべての回路を列挙してオイラー回路を探すとか、オイラー小道をすべて列挙して回路を探すとか、そういうしらみつぶしの方法があるわけなんですけど、それはこの例にあるぐらいの小規模なグラフだったらなんとか通用しますが、サイズが大きいグラフだと現実的な時間では実行できない方法です。そこで与えられたグラフがオイラーグラフかどうかを判定するために、オイラーグラフというのは数学的に何者なのか、どういう条件を満たすグラフなのか、他のグラフと何が違うのかという特徴付けが欲しくなります。それでオイラーが証明したのがこの定理です。異数2以上の連結グラフ G に対して G がオイラーグラフであることと、G のすべての頂点が偶点である、すべての頂点の実数は偶数であるということは同値であるというものです。つまり、オイラーグラフかどうかの判定は、グラフに含まれる回路とか小道をしらみつぶしに調べる必要はなくて、このグラフの各頂点の実数を見て、起点がないかどうかをチェックするだけでいいということです。確かに、この左のグラフでは、頂点 A の実数が2で、頂点 B の実数が4というふうに、どの頂点の実数も偶数になっていますけれども、右のグラフでは頂点 A は実数3、頂点 E は実数5なので2つの起点があります。オイラーが証明したこの定理を知っていれば、これだけでこの右のグラフはオイラーグラフではないと判定できてしまうわけです。で、そんな強力な定理ですけれども、証明は意外と簡単なのでやってみましょう。まず片方ですね。オイラーグラフならば、そのどの頂点も偶点になっているというのは当たり前です。起点があったら行き止まりになって、オイラー回路を作ろうとしても途絶えてしまうからですね。言い換えると、例えば、右の図で示したのは B という頂点を通過する様子ですけれども、オイラー回路に沿って、頂点 B に入ってきたら、それとは別の辺を通って、頂点 B から出ていくことになりますよね。ですので、赤色の矢印で示した通り、オイラー回路の中で頂点 B を1回通過するたびに、グラフ G の B に接続する辺がちょうど2本見つかるわけです。で、オイラー回路はグラフ G のすべての辺を網羅するはずなので、やがて再び頂点 B を通過することになりますが、辺が重複して現れない巡回経路ですので、頂点 B を再び訪れるときには、先ほどの2本の辺のいずれとも異なる頂点 B に接続するグラフ G の別の辺がちょうど2本見つかります。このようにして、オイラー回路を一巡して戻ってくるまでに、各頂点に接続するすべての辺が見つかることになります。今見たように、オイラー回路の中で頂点を1回通るたびに、その頂点に接続する新たな辺がちょうど2本ずつ見つかって、2本、4本、6本と増えていくので、オイラー回路があるなら、どの頂点も必ず次数が偶数になっているということです。今度は逆にグラフのすべての頂点が偶点だったらオイラーグラフだということを示しましょう。この証明は機能法です。すべての頂点が偶点ならばオイラーグラフであるという主張が辺の本数が k 以下の任意のグラフに対して正しいと仮定して、k プラス1本の辺を持つグラフでも成立することを確かめます。この証明では以前に授業で触れた教科書の定理 1.6、最小の次数が2以上のグラフには経路が存在するという定理が役立ちます。今回グラフ G は異数2以上の連結グラフですので、孤立点はありませんから、次数0の頂点はないです。ということは、すべての頂点が偶点であるならば、G の最小次数は2以上と言えるわけです。すると先ほどの定理より G には何らかのサイクルがあると言えます。その中の一つをここでは C とします。で、もしもグラフ G 自体がそもそもサイクルで、赤色で示したそのサイクル C の辺以外にもう辺がないという場合は、C 自体がオイラー回路ですから、G はオイラーグラフだというのは明らかです。というわけで、以後はですね、G と C が合致していないという場合を考えます。で、そうすると G と C、2つのグラフの差分として、この水色で示した G から C の辺を除いたグラフ H、G-C というものが現れます。
ご覧の通り H は連結とは限らないので、いくつかの連結成分を持ち得ますが、どの連結成分も G よりはサイズの小さな異数2以上の連結グラフで、しかも元々のグラフ G における実数から2つずつ下がるだけなので、依然として全ての頂点がH の中では偶点のままです。すると、機能法の仮定より H の各連結成分は全てオイラーグラフのはずです。この図ではたまたま H の連結成分、H1 と H2 が2つともサイクルになっていますけども、もちろんサイクルでなくても構いません。ともかく水色の矢印で示した通り、H の各連結成分には必ずオイラー回路があります。一方 G は連結ですから、H のどの連結成分もサイクル C とはどこかの頂点でつながっています。例えば、水色の H1 という成分は頂点 B とか頂点 D をサイクル C と共有しています。以上より G のオイラー回路は次の方法で構成できます。その方法とはサイクル C の赤色の辺をたどって巡回する途中で H の成分と共有されている頂点に来たら、一旦その赤色の巡回コースから外れて水色の成分の方を巡回するという寄り道をして、そして元の場所に戻って再びサイクル C の巡回を続けるというものです。一番左のこの図を使ってちょっと実演をしてみます。例えば、この頂点 A からスタートをしてサイクル C を巡っているときに、水色の H1 と共有されている頂点 B に出くわした。そういうシチュエーションですね。で、この時は一旦サイクル C から外れて、寄り道をして H1 のオイラー回路を巡って頂点 B に戻ります。で、それで再びその後は C の辺を巡るコースに入ります。で、やがてまた H2 と共通の頂点 G に出くわしますので、同様に H2 のオイラー回路を巡ってから赤色の巡回経路に復帰します。これを続ければ必ず G のオイラー回路が見つかりますので、G のすべての頂点が偶点ならば G にはオイラー回路がある、G はオイラーグラフであると言えます。これで証明終わりです。この証明で使ったオイラー回路の構成方法を理解すれば、オイラー回路を具体的にどうやって求めるかというアルゴリズムの問題に対しても、グラフ G の辺の集合をうまく分割していくつかの小さなサイクルを作り、それらをつなぎ合わせてオイラー回路を作るという方針が自然に思い浮かぶと思います。これももちろん一つの着眼点なんですけども、他にも方法があります。後ほどフラーリのアルゴリズムという有名な方法を紹介します。なお、このオイラーの定理に関連して2つほど補足があります。まず今回は無効グラフ版の定理を証明しましたけど、同様の考え方で有効グラフ版のオイラーグラフの特徴付けも得ることができます。どの頂点でも入ってくる辺と同じ本数だけ出ていく辺がある。だから入り次数と出次数が常に等しくなっているということです。詳細は教科書の64ページを参照してください。そしてもう一つの補足は準オイラーグラフの特徴付けです。今まではオイラーグラフの特徴付けの話をしてきましたけれども、この巡回はできないけれども一筆書きならできるというその準オイラーグラフも重要なグラフのクラスで、実は先ほどの定理を使うと、準オイラーグラフは、ちょうど2個の起点を持つグラフとして特徴づけることができます。これもまた有用な結果なので、よく知られています。証明は63ページにあるので、各自で確認をしてください。さて次はオイラーグラフに含まれるオイラー回路を求めるフラーリのアルゴリズムを紹介します。これは非常に単純明快なルールでオイラー回路を求めるアルゴリズムです。まず与えられたグラフ G の任意の頂点から出発します。そしてグラフ G のすべての辺を網羅するまで、ルール丸1番、たどった辺は除去する。それによって孤立点が生じたら孤立点も除去する。丸2番、たどれる辺の中に橋でない辺がある場合は橋をたどらない。この2つのルールによって辺をたどっていきます。ここではこのアルゴリズムの証明はしませんが、グラフ G のこの具体例を使ってアルゴリズムの実演をしてみます。まず視点を選びます。どれでもいいので、ここでは頂点 A を選びました。そして辺をたどっていくんですけれども、
A からたどれる辺というのは A に接続する辺だけなので、たどれる選択肢としては、この A から B に行く辺と A から I に行く辺のこの2本です。で、どちらでもいいんですけれども、ここではこの辺 AB をたどって B を訪問するという方を選びます。そして、ルール丸1番に従って、たどり終えた赤色の辺を G から除去します。そして、たどり終えたその辺を W の方に移して追加して W を更新していきます。で次も同様で B に接続する辺、どれでもいいので、ここでは BC という辺をたどって、頂点 C を訪問することにします。そしてこの赤色の辺をグラフ G から除去して、たどり終えた辺 BC を W の方に移します。頂点 C からたどれる辺は、この現在のグラフ G における橋になっています。しかし、ルール丸2番が言っているのは、他に選択肢が、あるならば、みすみす橋を渡るなという話で、この場合は C に接続する辺がもうこの CD 以外にありませんので、仕方なくこの辺をたどります。するとこの辺 CD を消したことで孤立点 C が生じました。ですので、ルール丸1番に従って、この頂点 C もグラフ G から除去します。以後も同様のルールで辺をたどっていきます。さて、ここでは先ほどと違って、E からたどれる辺の中には橋もあるんですけれども、橋以外の選択肢もありますから、ルール丸2番に従って辺 EI の方ではなくて辺 EB あるいは辺 ED をたどります。今回は辺 EB の方を選びます。で、あとはひたすら同様のことを繰り返していきます。そして、すべての辺をたどり終えて、たどれる辺がなくなったら、支点イコール終点となってオイラー回路が出来上がります。そしてアルゴリズムはここまでたどってきたこのウォークを W を出力して終了となります。郵便配達員問題は、郵便配達員が郵便局をスタートして、すべての道路を少なくとも1回は通って郵便局に戻ってくるための最短の巡回経路を求めようという問題です。最短の巡回経路を求める問題ではあるんですけれども、グラフ全体の重みの相場は決まっていますから、全体の重みを最小化するということは、仕方なく重複して通過してしまう部分の重みを最小化する問題だと言い換えることもできます。で、すぐにわかることですけれども、G がもともとオイラーグラフだったら重複の部分が0で巡回できるので、先ほどのフラーリのアルゴリズムで普通にオイラー回路を求めれば、それが自動的に郵便配達員平歩道になります。それでは G が準オイラーグラフだったらどうすればいいのかというのが今回考える問題です。この講義の前半の話を思い出すと、準オイラーグラフにはオイラーグラフと違ってちょうど2個の起点があります。準オイラーグラフは閉じていないオイラー小道を、含むグラフですけれども、どのオイラー小道もその2個の起点が必ず支点と終点になっているはずですよね。つまり、準オイラーグラフの郵便配達員平歩道で辺の重複が現れるのは、この起点から起点への移動の部分です。だから、起点から起点に至るこの閉じていないオイラー小道 W にそれらの2つの起点を結ぶ最短経路を付け足してやれば、郵便配達員平歩道ができるとわかります。で、重み付きグラフの中で支点と終点が与えられている時の最短経路は、ダイクストラ法で具体的に求められるのでした。この場合 D から A への最短経路は DCBA というこの水色のパスになります。で、そしたら次はこの最短経路に含まれるこの水色の辺をそれぞれあえて二重化することで、このグラフ H という多重グラフを作ります。すると、このグラフ H は、すべての頂点の実数が偶数ですので、すべて偶点ということで、オイラーグラフに必ずなっています。ですから、準オイラーグラフ G の郵便配達員問題では、まずグラフ G の2つの起点を見つけて、そして、それらの起点をつなぐ最短経路 P というものを、ダイクストラ法とかで求めて、で、それぞれの、P に含まれるそれぞれの辺を二重化した
オイラーグラフ H というのを作ってやって、で、そのグラフ H のオイラー回路をフラーリのアルゴリズムで求めてやれば、それが郵便配達員歩道になるというわけです。グラフ G の閉じていないオイラー小道 W というのを、実は最初に求める必要は、ないということですね。というわけで、この郵便配達員問題、準オイラーグラフの場合というのは、ダイクストラ法の良い復習にもなりますので、教科書の演習問題などで、準オイラーグラフの郵便配達員平歩道を求めるという練習をぜひ各自でしてみてください。